2026年4月29日タイトルマッチで敗北。今持ってる自分の全部で臨んで、負けてここで負けるかってマジで負けるとこ見せたくなかった。どこをどうしたらいいんだろうっていう。今まで勝ってきたから、今までの調整法とかもろもろ含めて正解だなと思ってやってきたんですけど、負けたんで、練習法から全部変えて。すごい、これはすごいその発想なかったです。ブレーキって言ってみてください。ブレーキ、ケース自分の意識はもうちょっと前冷たいんだけど、体がそうさせてくれないみたいな。ノーモーションですね、こっちの方が。すげえ。ちょっと会っていただきたい方がいまして、はい。木村さんという方なんですけど、僕はもう野球をずっとやってて、はい、野球を木村さんもやってたんだけど、もう YouTube でよく見る人だから、すっげえ楽しみだな。今回お会いするのはスポーツ上達への新常識を提唱する木村正弘さん。最適に動く体の使い方を見つけるパワーポジションコネクティングを体感させてもらう。どうですか、興味ありますそういうの。野球ですか？野球じゃないなんかその体のポジションとか、力の。そうですね。まだ全然わかんないんで、あれですけど、瞬間的なインパクトとかはなんていうんだろう、必要というかやっぱできた方が多分プラスにはなると思う。いい機会だと思って、ちょっと褒められるぐらいに行きたいです。そっちちょっともう今日楽しみすぎて、駅で飲み物買ったんですけど、パソコンをその時落としまして。マジですか？パソコンぶっ壊れました。本当ですか？楽しみじゃないじゃないですか。気持ちが多分浮かれてました、だいぶ。財布忘れてる。財布忘れた。じゃあ財布忘れた人とパソコン壊れた人で、今から行くってこと。木村さんがいるスポの場へ。中には野球屋内練習場が完備。今回は畳の間でセッションしていきます。お願いします。楽しみにしてました、この機会を。いや本当ですよ。もうありがとうございます。先日はお疲れ様でした。大変な激闘で、最近どうですか、コンディションを含めて。前回の結果を踏まえて、ちょっと自分の中でもいろいろ変えるチャンスかなと思って、ぜひちょっとこの機会に、お願いします。いやこれね、もう格闘技、その体の使い方のところで新しいチャレンジとか、ここの強みを伸ばしていきたいとか、そういう自分のその体の使い方みたいなところでチャレンジしていきたいことって何かありますか？そうです。もう本当に今まで全部感覚でやってきたんで、こういう科学的なものっていうのは本当ゼロに近いというか、だからどこをどうしたらいいのかすらまだ定まってなくて、本当に殴る蹴るだけで来たんで、だからちょっとそれを踏まえて逆にちょっとお任せというか。お任せコースで大丈夫です。すみません。いや、わかりました。お願いします。じゃあちょっといつも通り、軽くシャドウっていうんですかね、パンチとか蹴りとかっていうところのちょっと動きをやっていただいて。わかりました。まずはこれまでのシャドウを撮影。うわー、ありがとうございます。
スパッチです。やばいっすよやっぱり。パンチとか蹴りとかで、もうちょっとここのスピード上げていきたいとか、この辺の感覚どうなります？左利きのオーソドックスで、なんでちょっと右のパンチが試合になるとなんか距離感が合いづらい、右のこっちのパンチが試合になると出づらい、多分左利きっていうのがあって、左でこうなんかリスクが少ないと思うんで、こう右に行くまでこの距離感がちょっと試合だと合いづらい。じゃあちょっとこの様子を撮っていただいて。なんかイメージとしては、なんかここら辺から例えば打つと、当たるじゃないですか、試合になると、ここにいても、なんかここぐらいにいる感じがして、なんかちょっと拳2個分ぐらい遠い感じがしてて、それが気になってます。じゃあなんとなくこう軽くやっていただいていいですか？よし、OK です。バッチリです。じゃあ行きましょう。今回與座が行うのは木村式パワーポジションコネクティング。64の項目をチェックして、無理のない力の入り方と動き方を確認していくパワーコネクトチャートと呼ばれるこちらの34項目、そしてパワーキネティックチャートと呼ばれるこちらの30項目を理解して初めて繰り出される無理のない力の入りと動き、その調べ方がこちら。じゃあ与座さん、最初こういう感じでやっていただいて、でこれが手首で肘で肩関節ってこう3つ関節あるんですけど、関節なんてこう動くんですね、こういう感じでね、で動かしていただいて、こういう感じですね。はい、そしたら今度はこれを止めます。バシッと止めますね。はい、引っ張ります。こういう感じで力がこう止まってくる感じがあるので、それをちょっとずっと調べていきますね。じゃあ最初肘の角度こうやって近くしちゃって、これでいきましょう。はい、 OK です。じゃあ今度これを中ぐらい、はい、で今度でこれぐらい、はい、で今度ここがこうしっかり入る感じね。はい、じゃあ肩、これはほったらかして大丈夫です。はい、引っ張ります。よし、じゃあ次こういきます。じゃあ次こういきます。はい、よし、はい、こっちは2ね。ここはしっかり入るんですけど、ここもしっかり入るんですけど、こうなるとちょっとこう、これで入ってくるんですね。はい、じゃあ今度こっち行きましょう。はい、よし、じゃあ次行こう。はい、よし、じゃあ次行こう。はい、次こう行きます。はい、じゃあ2番と3番ですね。じゃあ与座さん、こうやってやっていただいて、こうですね。これだと力が入るんですけど、でこうやってやると力が入らないというところで、与座さんは昔ウルトラマンだったですね。こっちの孫悟空の人もいるんですけど、こっちの方が力入る人っていうのを、これ1個で変わるってことですか？そうです。予備動作一つで変わる力の入り方と動き方、力が入るんですけど、一体なぜ？こうやってやると力が、でこれが関節の組み合わせなんですけど、こっち側に親指からつながっている頭骨っていう骨があって、こっちに尺骨っていう骨があるんですね。でこれを平行に並べた方がこう感覚的にこういい感じで、これはねちょっとこうやってやる人もいるんですよ。こう、クロスでね、こういうふうにやってこうやって距離感取る人もいるんですけど、与座さんの場合はこうやって平行にしてちょっとこういう感じでやった方がフィーリングが合いやすいみたいな感じで、でそれに合ったトレーニングとか筋肉の刺激の入れ方とかトレーニングをしていくと感覚がこう上がってくるみたいな。続いて
骨盤のチェック。よし、じゃあ骨盤をこうやってこのままスッと下に行きましょう。はい、でこうです。OK です。フロントね。じゃあここを通る。はい、次こっち。はい、OK です。中殿筋ね。ここは体が横に倒れないようにしてくるすごい大事な中殿筋っていう筋肉で、お相撲さんがこうやって回し回して、ってやってこうやるやつ、あれ結構この辺の刺激入れてて、で中殿筋とかはこう結構ガッていく時に支える時にすごい大事な場所になるので、例えばラグビーとかアメフトの選手もちょっとトレーニングするんですけど、スクラムとかタックル行く時に俺こっちだなみたいなやつ分かっておくと強くこうガッと入ってくるみたいな。これは分かったイメージが。OK です。じゃあ今度こっち行きます。はい、OK です。じゃあこうやってはい、OK です。与田さんは本来あれですね、上げ上げの感じですね。どういうことですか？上げ上げの上げ上げ、上げ上げです。本来は楽しい感じですね。はい、上げていきたいですね。はい、上げ上げです。力の方向がこうやって上に向いてて、で要はね、ここの極上筋ってここの筋肉があるんですけど、ここの方が発達してる人と、極下筋って下の方が発達してるって、これ分かれるんですよ。要はね、昔枝に捕まってた系の動物だった可能性があって、こうやって、なんで上系の例えば懸垂とかああいうトレーニングしてあげると体の状態良くなってくるとか、そういうの。懸垂10回できないです。その懸垂のやり方も、こうやってやっていただいていいですか。はい、この後苦手な懸垂がむしろ楽にできるようになります。コネクティングが大切なのはわかるが、コネクティングを理解した上でするトレーニングはどんな効果を生み出すのか。コネクティングって僕ら呼んでるんですけど、体の反応なんですね。なんでこんな動くのみたいな。要は連携、その体の自分が動かしたいっていう角度、それから位置、そして方向で、これが揃うと体が流れ始めるんですよ、バーって。で要は体の中に働いてる神経と骨と筋肉っていうこの連動がこう重なってくるんで、ちょっとパッていった時にその電源がこうパチッてつながるんでビューンっていくみたいな。でそれがつながんないとこうあれみたいな。でそれで探さなきゃいけないみたいな感じのやつがパッてつながるとバーンって出るみたいないう感じの反応なんですね。でこれをやっぱトップアスリートの人たちっていうのは普通の我々凡人みたいな方たちよりもすごくこの感度がすごいんで、それはいろんな経験とか訓練とか鍛錬とかそういったもので培ってくる感性だと思うんですけど、それを一旦自分の中で整理する時間っていうのを持っておくと、それをさらにバージョンアップすることができる。これどういうことかっていうと、動きとか要は生命活動ですよねっていうのはカロリー消費していくっていうことじゃないですか。でそうすると体って一回ばらける方向に行くんですよ。これがエネルギーの発散で発散するととっちらかるんですよね、いろんなものが。でそれをもう一回トレーニングで接続して試合に臨んでいくみたいなのがトップアスリートとしてめちゃめちゃ上手なんですよ。ところがレベルを上げなきゃいけなかった時とか、自分のステージもう一丁上げなきゃいけない時とかの戦いの時に、当然ですけど今までよりもその脳のエネルギーとか体のエネルギーとかも高めなきゃいけないっていう話の時に、不調が起こってくる6つの現象みたいなやつがやっぱり起こってきて、でそれが抜け、力入るところよう分かんないみたいな、偏り、ちょっとアンバランスを普通にやってたつもりだと映像で見たらなんかめっちゃ偏ってんだけどみたいな、で喪失って言ってもうそもそも忘れちゃうみたいな、もうぶっ飛んじゃうみたいな。で変異って言って本当のポジションのところよりもこの関節の位置がちょっとずれちゃったりとか、あと過剰って言って力がすげえ入りすぎるようになっちゃったりとか、そういう原因というか予兆みたいなやつが出てきて、それを取り除いていくのがコンディショニングっていう。でコンディショニングと技をつなげていくっていうのとトレーニングっていうやつをこう組み合わせていって、自分が成長していくためのこのサイクル作ってあげるかどうかっていうのがおそらく大事になってきて、でそれを
おそらく無意識に生活の中に入れてるんですよ、おそらく。でそれを今あえて意図的にこうやって引き出してやっていくっていうような感じですね。不思議な現象はまだまだ。そしたらここをトントントンってやっていただいて、はい。OK です。じゃあ今度ここ。はい。ライオンさんね。皆さんガオーって言ってください。ガオー。でこうやってください。めっちゃ力いるでしょ。はい。ヒヒーンって言ってください。ヒヒン。こうやっていけるみたいに。皆さんライオンでしたね。ライオンです。ライオンでしたね。これはイチローと大谷翔平の違いにもつながっていきます。これは背骨の体幹の要の作り方違いがあって、陽介君は馬だよね。そう、彼は馬なんですよ。で与座さんはライオンで、なんか体の作りちょっと違うでしょ。なんとなくで、彼はヒヒーンっつって力入るんですよ。これで力入ってガオーって言うとこれで抜けるんですよ。でライオンと馬の違いっていうのは背骨がこうあるじゃないですか。馬上行くんですよ、こうやって。で背骨のこうやって首が上に行くんで、体幹の要がここに腰になる感じ。うーって上に行かなきゃいけないんで、なんで彼はここでバランス取ってるんですね、こうやって腰で。ところがライオンさんは背骨から首がこっち行くんで、レディーって言った時にこうやっていかなきゃいけないんで、力の要がこの辺に来るんですよ。で野球で言ったらイチロー選手は大間さんで、打席入る時にこうやってやってここにバランスを取る。大谷選手はライオンさんだから、最初に打席入る時にこうやってやってここでバランスをこう取ってからこう構えに入るみたいな。構えもそうですね。ここです。そうそこでこうやって作っていくみたいな感じでやっていくと、背骨のトレーニングの仕方とかがちょっと変わってくるみたいなね。チェックが全て完了したところでコネクティングの効果を体感してもらう。コネクティングの反応ってどういうものなんかってやつを分かりやすくするために、まずこれ僕後ろから引っ張りますね。はい、はい、引っ張ります。はい、こういう感じですね。はい、もう一回いきます。はい、レディーゴー。ちょっと強めにいきます。うわ、すげえ。こういう感じですね。ありがとうございます。で次は湯野さんの場合こうやってやって、とにかく肩甲骨が肋骨からぶれないようにめちゃめちゃ力をこうやってバチンバチンと押さえる感じにしますね。こうやってやって足をちょっとね左の方にこうやって向けときます。こういう感じで。そうです。でここがとにかくぶれないように頑張ってください。いきます。レディーゴー。すげえ。全然びくともしないですね。すごっ。与座が本来持っているものを組み合わせることでこれは本人全然力を力んで入れてないんですよ。もう組み合わせでなんかつながってる感じあるでしょ。いやなんか、格闘技に直結できそうですね。なんかここ構えて、あと全然違いますね。持ってくる方は。ちょっともう一回やってみていいですか。すごっ。これでそういきます。レディーゴー。うわー、いい感じです。バッチリです。ありがとうございます。じゃあ例の懸垂の方ですね。懸垂トレーニング。いよいよ与座が苦手とする懸垂トレーニングへ。すごい。で筋肉プル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 ってやってプルプルってやってこうやってはい OK です。じゃあ今度ガーッて力入れてね。はい OK です。じゃあ今度プルプルプルってね。はい、OK です。で骨盤が上から下にスコンって感じなんで、はい。で与座さんの懸垂系のトレーニングは、こう骨盤を上から下にスコンっていった時にこうやって入るんで、やり方がですねこういう感じで上からスタートして、こうやっているんですね。
でこの状態から肘の関節はちょっと近めでこうやって大丈夫です。でこの状態から骨盤を上から下にスーッと下ろしてきてスコンっていう感じでぶら下げていくみたいな、です。上から下にスーですね、スースコン。おー、いい感じです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 。はい、もう一回いきます。せーの、スースコンスコン、そう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 。じゃああと1回いきましょう。はい、 OK です。バッチリです。じゃあ皆さん最後こう筋肉をプルプルプルってやって、でこうやってやって、これだと力がちゃんとこう入ってくるんですね。ところがグーってめちゃめちゃ力入れると今度体がぶれ始めるみたいな感じなんで、筋肉をプルプルプルって使って、でさらにブレーキって言ってみてください。ブレーキ、アクセルって言ってください。アクセル。宇田さんはこの筋肉を緩くしてのブレーキっていう感じなんで、ちょっと筋肉を引き締めるみたいなイメージを持ってパフォーマンスすると筋肉の働きがめちゃめちゃ良くなってくる感じになるんですよ。でその緩いパーセンテージをちょっと調べていくんですけど、80% って言ってみてください。80%。はい。70。70。はい。60。60。はい。はい。50。50。はい。40。40。はい。OK。45。45。OK です。40。40。はい。70。70。はい。そうすると40から70のこの筋肉のゆる具合で入ってくると、ずっと安定したパフォーマンスができる感じになってくるんで、さっきのトレーニングもスーッと入って、あ、だいたい40ぐらい入ったなと思ったらそのままスーッと入っていって、そうすると勝手に70ぐらいまで入ってくるんで、それでちょっとやってみてください。そうですね。ヒューってゆるーく入ってきて、そうそうそう、ゆるーく入って、あ、40ぐらい入ったなと思ったらそのままスーッと入っていって、そうです。でそこでキープしてるとさっきより長くできるでしょ、こう、はい。楽ちんにね。でもう一回いきます。そう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 。40ぐらいからスタートして、ああ、いいですいいですいいです。そうです。でここがとにかくへばりつくように。はい、ありがとうございます。じゃあ降りて、ちょっとこう軽くパンチやってみてください。どんな感じですか？なんかハマる。はい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 。あ、いいですね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 。バッチリですバッチリです。そしたら今度はですね、こうか。で左は出すんですけど右はこう引いてくるみたいな。でこうやって引くみたいな動作をちょっとこう入れて、これでやってきますね。これも40の感じそうです。40ぐらいからスタートして左は出して右を引くみたいなね。スパッ、お、そう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 っすそうっすそうっすそうっす。キレッキレです。キレッキレです。ちょっと上げますね。はい、どうぞ。ケース。ふっ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 ラスト。ケースバチスバチスバチス。いよいよ課題としている右ストレートの改善に。で与沢は右のパンチは矢印で方向でいくとこっちでリズム取るんじゃなくてこっちでリズム取る。ちょっとドンみたいな感じでドンって感じでちょっとこう
やっていただいていいですか。すごい、これはすごいその発想はなかったです、出して戻んないでください。出して止まってください。バン。そこからストレートなんですけど、殴るっていうと力むんで、殴るっていうよりはもう自分の拳のこの2箇所を当てるっていうイメージです。殴るっていうともう脇開いたり肩が力んだり、あとは小指とかに当たっちゃうんで、はいこれだと倒せるパンチが打てないです。なるほど。で今止めてるんで、はいこれを戻しながら骨盤を回転させて前に出す。パン。おー、これがストレートです。ほこれを戻しながら骨盤を回転させて前に出す。今の感じですごい。そうですドン、右のパンチでドンって感じでドン、そう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 ですドン、そうですドン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 、ラストドン。おお、完璧です。バッチリです。方向的にいくとこの前鋸筋を、こっち側の方にこう切っていってみてください。ギューですね。はい、でこうします。はい、これちょっとだけですね。今度まっすぐこう入ってきます。OK です。はい、これで入ってきますね。で今度こっち側ですね。こっち側ですね。そうです。はい、これで抜けるんで、ここの方向的なまっすぐ入ってくるぞって意識しながらドンドンドン。あ、そう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 っす。そうっす。ラスト。よし。俊介君、これ2画面撮れるようにさっきと同じ場所でちょっと撮っていいですか。う。ちょっと何が行われているかわかんないですけど、本人の感覚が全然怖い。いや言葉で言われると難しいんですけど、感覚で言うとめっちゃ分かりやすいですね。40% から 70% の力感で右ストレートを再び撮影する。ここの部分はちょっと下に入ってって大丈夫なんで、下に入りながら打ち込んでいくっていう感じですね。あ、そうっす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 。大丈夫です、大丈夫です。そうっす。ラスト OK。 いや、ちょっと3回ぐらいも鼻血出たからもうマジでどうですか今のところ。でいつもこっちを出す、こっちを送るでやってたのが、引き込むっていうかこっちこうなんで、はい、これで比較して見てみると、こっちが最初でこっちが後半の方ですね。こんなんなるまでいけちゃってますね。もう打ち込めてる感じ。これぐらいです。ノーモーションですね、こっちの方が。本当ですね。余計な動作がない。でもしかするとなんですけど、こっちの方はなんか間合いがいい感じじゃないですか。はい。でこっちがちょっと間合いがっていうところだったんですけど、右のパンチの感覚をこっちからこっちに意識するんじゃなくて、こうやってやればいいやっていう感覚でいくと近い距離寄っていっても打ち込めるんですよ、おそらく。確かでこれをガッていかなきゃいけないと、この距離感取んなきゃいけないなっていうふうに体が判断するんで、一回ちょっと自分は体を離れた方が当たるよみたいな感じで体が勝手に計算するっていうので、自分の意識はもうちょっと間合い詰めたいんだけど、体がそうさせてくんないみたいな。でそれがこうドンってこっち側でいけばいいんだってなると、おそらくこっちぐらい間を詰められるみたいな。なんかここでここに出してたのが、ここでここに出してガンとガッという感じです。めっちゃすごい。でも感覚でいうと鼻へし折られた感じですバーンって。ここのインパクトがここに乗る感じですね。すげえ。改めて日々のトレーニング前に與座が意識すべきことは。まずトレーニングをしていく時っていうのは、その肩甲骨と肋骨をこう一体化、パッてこう一体化させてあげて、それで腰の動きでこうやってちょっとこう回転させていくみたいな、こういう中にいろんな動作をこう組み合わせていってあげると、こう連動しやすくなってくるみたいな。
與座の体に合った刺激の入れ方はメンバーシップで公開します。取れ高的には大丈夫ですか？マジですか？よかった。すごい。いやすごい。だからその体でやってること、無意識でやってたことっていうのがそこに対して向き合ってやってた感じなんですよ。おそらく力ってこれぐらい抜いた方がいいのかなとか、入れりゃいいっていうもんじゃねえなとか、なんでこのパンチ強く打ってるはずなんだけど相手届かないのかなとか、早く入ってるはずなんだけど相手にこうかわされちゃうのはなんでかなとか、そういうのあったと思うんですけど、そういうのをこう紐解いていくみたいな感じなんですね。結構無意識で練習のインターバルとか脱力したりとかしてて、だからやっぱそっちの体だったんだなっていうか。やってきたことのなんていう正当化もできたよね。はい。だしよりこう洗練されるっていうか、まだ伸びしろがありそうです。いやめちゃくちゃあるっす。本当にそういった意味でまだまだあります。めちゃくちゃあるっす。めちゃくちゃあります。